はい、今日はですね、南湾前の、動画の3回目となります。で、今日で最終回となりますので、よろしくお願いいたします。で、前回の動画はですね、この曲の歌詞の、意味を紹介してですね、陽子へのラブソングとして聞こえるし、ポールへのラブソングとしても聞こえるんですけども、1978年という、時代を考えるとですね、これはジョンのハウスハズバンド時代なんですね。で、やはりそれを考えるとですね、陽子へのラブソングという意味合いが強いというふうに、思いましたと。ただポールは、自分や、そのビートルズのメンバーへの、に向けた楽曲だと、固く信じていますし、プロデューサーのジャイルズ・マーティンだとか、ミュージックビデオを監督した、ピーター・ジャクソンは、ポールの想定している、ビートルズとか、ポールに向けた曲というふうに解釈している、ようですね。そういうふうな、ことを語ったかと思います。で、3回目の動画、今回ではですね、この楽曲の最大のミステリーと言える、ジョンのオリジナルバージョンにあった B メロの喪失についてちょっと語っていければなと思っております。で、この曲はもともと ABC という3つのメロディーで構成されていたんですけれども、ビートルズバージョンではですね、もともとの B メロが削られていてですね、AB という、2種類のメロディーで構成されてしまっています。じゃあなぜ、B メロは削られてしまったかというとですね、僕は2つ理由があると思っております。で、1つ目はですね、歌詞が未完成だったからと。これが言えるかなと思います。で、これは非常にテクニカルな問題でして、まずはちょっと歌詞を読んでいければなと思います。君を失いたくない、そんなのは嫌だよ。君を裏切ったり悩ませたり、そんなのは嫌さ。可愛い君よ。でも君が去らなきゃいけないなら止めはしないよ。君が去らなきゃいけないならね。という、意味になるのかなと思います。で、ここで未完成なのはですね、この、君が去らなきゃいけないならねとにつながる、歌詞が、未完成でして、原文で読むと If you have to go の次につながる歌詞ですね。その一節が、定まってないというか、ジョンのオリジナルバージョンでもですね、ハミングで歌われているという箇所です。で、未完成の部分は作ればいいという、意見もあるかと思うんですけども、ポールといえどもですね、ギターソロだとか、ストリングスとか、そういったアレンジを加えるなど、そういう、ジョンの楽曲に音楽的な、創作を施すのは、昔からやってきたことなので、当然のように行うと思うんですけども、おそらくポールといえどもですね、ジョンの曲に歌詞を付け足すっていうのは、ビートルズ時代を含めてやったことがなかったんじゃないかなというふうに考えます。だから、今作でも、ポールはですね、未完成の歌詞を、完成させることに躊躇してですね、この、幻の B メロっていうのを、そのまま削ってしまったということが想像できるかなというふうに思います。で、もう一つの、理由としてはですね、この南湾前を、ポールやビートルズへのラブソングにするため、削ったということが言えるのかなと思います。で、またちょっと B メロの歌詞に、読んでいければなと思います。君を失いたくない。かっこそんなのは嫌だよ。君を裏切ったり、悩ませたり、そんなのは嫌さ。可愛い君を。でも君が去らなきゃいけないなら、止めはしないよと。君が去らなきゃいけないならねと。この歌詞を、読んでみるとですね、明らかに女性に対して、歌っているってことがわかるかなと思います。可愛い君よと。英語にするとスイートダーリンっていうワードが決定的かなと。このダーリンっていうのは、つまり小野洋子のことということで、この幻の B メロの歌詞はですね、女性に向けた感じがするんですけど、他の部分っていうのは、そういったニュアンスっていうのは出てこないんですね。なので、ポールやビートルズのメンバーに当てはめることができるんですけども、この部分は、それはちょっと無理があるかなというふうに思います。
つまりポールはですね、この、Now and Then という、楽曲をですね、ビートルズストーリーに当てはめたくて、小野洋子のニュアンスが強い、この幻の B メロを削除したのではないかなというふうに、思った、次第です。正直言ってこの幻の B メロっていうのは、すごくメロディアスでですね、ジョンの独特の美しい、メロディーラインなので、これを活かしつつ完成させるのが、最善なのかなと思うんですけども、やっぱり最終的にはポールの、好きにやらせるっていうのがこのプロジェクトの、一番の、根幹なのかなというふうに思いますので、結果的には良かったのかなというふうに思いますし、小野洋子も、ショーン・レノンも、同意見だろうしということではあるんですけども、この幻の B メロを、そのまま生かしたビートルズバージョンっていうのも聞きたかったなというふうに、心のどこかで、思ってはいます。で、最後にですね、Now and Then とですね、このポールとの、深い関係を物語る、興味深いエピソードを、紹介したいなと思います。アメリカの雑誌ピープル誌の、ウェブ版によるとですね、ポールが、ジョンと、ニューヨークのダコタアパートで最後に会った時にですね、ジョンはポールの肩を、叩いて次のように言ったという。Think about me every now and then, old friend. 時々は俺のことを思い出してくれよ、古き友よというふうに、言われたそうなんですね。で、ジョンの、死から、2年経たない、82年に、リリースされるポールの、ソロアルバムタッグ・オブ・ウォーのセッションに参加した、カール・パーキンスがですね、即興で歌を作ったんですけども、それがポールを、泣かせてしまったというふうに、言います。その歌のタイトルは My Old Friend だったということで、歌詞にこんな部分があるそうです。My old friend, won't you think about me every now and then と。古き友よ、時々は俺のことを思ってくれよなと。このフレーズがですね、ポールに、ジョンの最後の言葉を思い出させてしまったということで、泣いてしまったと、号泣してしまったということです。で、今回のそのビートルズ、最後の曲と歌と言われていますけれども、これが Now and Then と、ジョンの言葉にあった、Every Now and Then ではないんですけれども、ポールにはすごく、感じるところがあったのかなと思います。そんなエピソードを聞くにつけですね、ポールの、Now and Then という、曲に対する並々ならぬ思いっていうのを、感じさせます。そんなことで、今回、Now and Then の、紹介を、3回にわたって、続けてきたんですけれども、以上となりますので、はい、ありがとうございました。